それでは時間になりましたので、Google ワークスペースへの移行の説明会を始めさせていただきます。ICT 施設の船戸です。よろしくお願いします。本日の内容です。まずはじめに、今回の移行の概要と目的についてお話しし、その後、スムーズな移行のための留意点、準備についてお話をします。そして、移行の手順、具体的にどのような手順をすればいいかということ。その後、Google ドライブ上でファイルをどのように運用するべきかという点と、移行したときに様々なレイアウトの変更だとか、崩れるというようなことが起こりますので、それについての留意点についてお話をさせていただき、最後に質疑応答。それでは、本日のまず概要からご説明いたします。この Microsoft Office からGoogle ワークスペースに移行するという内容ですけれども、これはまず、オフィス業務で利用している PC が対象となります。無線とか有線とかは関係なくですね、オフィス業務用のネットワークに接続している PC が対象となります。ですので、教育用で使用されている、教育用ネットワークで利用している、授業で使うパソコン、教員の方が使っているパソコンについては、基本的には Microsoft Office を今のまま利用することができます。ここでちょっとネットワークのことをおさらいしておきたいと思います。大阪 YMCA には、主にこの3つのネットワークがあります。1つはオフィス業務用のネットワーク。これは大阪 YMCA 内部の兵役網につながるネットワークになります。それとは別に教育用のネットワーク、授業やプログラムなどで専用で使うパソコンになります。そしてもう一つはプライベート用のネットワーク、来館者用などで公開するようなネットワークになります。で、この3つは厳密に区別され、それぞれ専用のパソコンでつなぎます。例えば、オフィス業務用のパソコンを教育用につなぐことはできなくなっています。これはもう設定がされていますので、つなごうと思っても通常ではつなげられないようになります。また、教育用のパソコンをオフィス業務用のネットワークにつなぐということも NG です。もちろん、プライベート用のパソコンにつなぐことも NG ですし、私物のパソコン、あるいは端末、スマホなどを他のネットワークにつなぐことも NG になります。まずネットワークとそれにつなぐ、専用のパソコンという概念を思い起こしていただきたいというふうに思います。今回のオフィスからワークスペースへの変更というのは、この一番上のオフィス業務用のネットワークにつなぐパソコンについてのことになります。そしてその中でも例外があります。マイクロソフトオフィスの利用が不可欠な業務を担う場合、そのような仕事をされている方は、例外としてオフィスを使っていただくことはできます。例えばどのような場合かというと、行政との関係で事務処理上、ワードやエクセルのファイルで提出を求められて、書類作成をしなければならないような場合ですね。はい。もう一つは、それぞれの事業部で使っている基幹システムなどをですね、学籍管理などのシステムとかで、Excel やアクセスなどでシステムと連携してファイルを使っているような場合、このような業務に携わる場合は例外となりますので、そのようなことがあれば申し出ていただければと思います。今回の措置につきましての目的、理由につきましてご案内いたします。一番の目的は、近年非常に発達を遂げている生成 AI の活用に備えるということです。生成 AI、皆さんもご承知の通り、私たちが想像を絶するほど早く進化しています。そしてデータを非常にたくさん使うわけですけれども、それらのデータが私たちが大阪 YMCA で財産として使うデータをできるだけ整理した形で管理しなければならないということがあります。しっかりと情報管理、整理されていますと、大阪 YMCA では現在 Google を使っていますので、ゼミニなどでその内容を瞬時に検索をして、抽出をして、整理をして、そして事業として活用できるということが考えられます。例えば、過去5年間の何か事業の収支実績を年度ごとに分析して、主な課題をピックアップしてほしいというような場合ですね。これを瞬時にやってくれます。
ただ、そういったデータがまとまっていなければ、そういったこともできないということになりますので、一元化したデータの保存が求められます。AI によってこのようなスムーズなデータ活用で業務の効率化を図って、事業の革新を図っていくということが一番の目的になります。二つ目の目的は、ファイル共有を Google 上で、ドライブ上で行っていくことで、業務の効率化とセキュリティの向上が見込まれます。例えば、Microsoft Office の場合でしたら、もちろんGoogle ドライブ上でも共有はできるんですけれども、なかなかドライブ上では使い勝手が悪いということで、通常皆さん、メールに添付をして、そのファイルを受け取って、各自で編集をして、またそれを送り直して、さらに編集をするとか確認をするというようなことがよくあると思います。でこれによってですね、その過程でかなり労力を使うということもありますし、大量に同じファイルのコピーが発生してしまう、バージョン管理がうまくいかない、どれが最新かよくわからないというようなことがよくあります。これらの非効率で、リスクの高い管理方法から脱却をしたいということがあります。ご承知のように、ワークスペースであれば、ファイル共有で、リアルタイムで他のメンバーと共同作業ができますし、常にファイルは一つで済みます。そしてそのファイルは常に最新ということになります。また、履歴が残りますので、編集前の状態に戻したいという場合も、ほぼワンクリックで戻すことができます。メールでのやり取りが少なくなるということもありますので、セキュリティも高まりますし、アクセス権を適切に設定することによって、セキュリティもさらに強化されます。目的の3つ目は、経費削減です。大阪 YMCA では、業務用のパソコンが今、約550台あります。マイクロソフトオフィスのライセンス費用が年間300万以上の予算が必要になるということになりますので、その予算を削減することが可能となります。以上、AI の活用、そしてファイル共有による業務の効率化、そして経費削減、この3つが目的ということになります。実際にこの移行を進めていくスケジュールです。すでにご案内はしておりますけれども、もう一度確認をしておきます。最終2026年3月末になります。ライセンスの無効化を図りますので、それまでに皆さんはこの後 Google Workspace への移行を始めていただくということになります。Google Workspace を使いやすくしていただくために、今回移行ガイドも皆さんに配布させていただきましたけれども、具体的にそれぞれのアプリを利用していただくためのガイドを12月の中旬に皆さんに配布させていただく予定にしております。そちらの方も利用していただいて、ワークスペースに慣れていただければなというふうに思っております。次に、スムーズな移行のためのいくつか留意点です。基本的には段階的な移行を推奨いたします。パソコン上にあるデータをいきなり移すとなるとなかなか大変ですので、まずは新規で作成しなければならないドキュメントがあれば、それはワークスペースの方で作成していただくというところから始めていただければというふうに思います。そして、その後で既存のオフィスのファイルを必要に応じて順次移行していく。例えば去年も使ってて今年も使うようなファイルがある。その時に Word で作っていたものをドキュメントに変換して使っていくとかいうことを進めていければというふうに思います。最終的に全てのデータを Google ドライブに集約するということを目指していきますので、よろしくお願いいたします。そして、実際に保存する場所は Google ドライブになります。具体的に言うと、マイドライブ、あるいは共有ドライブということになります。マイドライブは自分がオーナーとなってメインとして使うファイルを保存する空間になります。それに対して共有ドライブは他のメンバーと共有して使うファイル、共同作業をするファイル、皆さんが一様に閲覧するようなファイルなどは必ず共有ドライブの方で各事業部、事業所、あるいはチームごとにドライブ、あるいはフォルダを作って管理をしていただくということになります。そちらの方にファイルを移しましたら、基本的には共有はリンクで行っていただきます。ファイルの共有のリンクを取得して、それを共有していただくということで、ファイルをメンバーと共有します。実際に移行する手順です。まず、PC 上で移行するファイルをフォルダにまとめる。各自皆さんのパソコンの中にオフィスのファイルたくさんあるかもしれません。そのような場合ですね、まず移行するフォルダを何か作っていただいて、特に
フォルダ1つともちろん限らなくていいです。まとめやすい単位でまとめていただいてですね。で、その後で、それを、Google ドライブの方にドラッグドロップしていただいたら、それで、移行ができるということになります。後で整理しやすいように、Google ドライブ上のフォルダもあらかじめ受け入れフォルダを作っておくことをお勧めいたします。そして、アップロードができましたら、中を開いて、それぞれの中にあるファイルがちゃんとアップロードできているかをざっと確認しておくといいかと思います。移行はこのように非常に簡単ですので、まずはファイルを整理するというところから徐々に始めていただくということがいいかと思います。そして、Google ドライブに移した後、やっぱり他の場所に移したいというような場合は、ファイルを右クリックしまして、整理移動で移動する場所を見つけていただいて、移動していただくということになります。できるだけこの作業をしないようにするために、アップロードする際にきれいにフォルダにまとめておくことをお勧めいたします。Google ドライブに移してからのファイルの運用についてお話をします。まずはドライブにどういうふうにアクセスするかということ、2つあります。1つは Chrome ブラウザーからアクセスをするという方法ですね。これを推奨します。最も簡単でドライブにあるファイルをダブルクリックすれば編集が可能となりますし、共有もすぐにできるようになりますので、Chrome ブラウザーからアクセスすることを推奨いたします。ただ、今まで通りパソコンのフォルダのように使いたいというような場合は、パソコン版の Google ドライブというものもありますので、詳細は事前にお配りした移行のガイドにも書いてありますので、そちらの方をご覧いただければと思いますけれども、こちらのパソコン版の Google ドライブのアプリをダウンロードしてインストールしていただきますと、パソコンのデスクトップにあるフォルダのように Google ドライブを使うことができるようになります。Google ドライブという、フォルダができるというようなイメージです。とてもこれも便利なんですけれども、留意点があります。一つはパソコンのスペックによっては、ドライブと同期を取るために動作が遅くなるという可能性があります。また、Google ドライブとパソコンを同期する方法が2つありまして、1つ、ここにありますストリーミングモードというのがありますので、必ずこのストリーミングモードで利用していただくのがいいと思います。もう一つはミラーリングというのがあるんですけれども、そちらを押してしまいますと、ドライブとパソコンで完全にデータが同期されて、データがすべてパソコンの中にダウンロードされてしまいます。そうするとパソコンの容量が圧迫されて、もっと動作が遅くなったりするということがありますので、ストリーミングモードというのをご利用ください。よくわからない場合は ICT 室の方にご連絡いただければと思います。で、もう一つの留意点としては、パソコン版の Google ドライブにあるアイテム、ファイルなどを削除すると、ドライブ上からも削除されますので、ご留意が必要かと思います。次に、Office のファイルから Google ワークスペース形式への変換の仕方についてご案内します。ドライブにアップロードするだけで基本的にはそのファイルをダブルクリックすれば、Word は Word のまま、Excel は Excel のまま、PowerPoint は PowerPoint のまま、ドライブ上で開くことはできます。そして編集も可能です。なんですけれども、少し編集がしにくいとか、共有がしにくいというようなことがありますので、本格的に編集や共同作業をするには、ワークスペース形式への変換が必要になります。それぞれのファイルを開いて、Google としての保存を選択をするということがあります。ちょっと具体的に見ます。これ今、Word をドライブ上に入れて、Chrome で開いた画面です。ファイルはちゃんと見えてるんですけれども、これをもう少しちゃんと編集したいという場合は、ファイルからドキュメントで保存というのを選びます。そうしますと、元のワードファイルはそのままで、それとは別にドキュメント形式でファイルが作られます。これはもう完全にアイコンもワードからドキュメントのアイコンに変わっていて、ファイル形式が変わっていることがわかります。こうなりますと、編集もとてもしやすいですし、共有の方もとてもしやすくなります。そして共有する場合は、共有の画面を開いて、ユーザーのメールアドレスを入れて共有をするということになります。あるいはリンクをコピーをして、メールでリンクを送ってあげるというようなことができます。そしてアクセス権は、それぞれのメンバーを選んで、それぞれのアクセス権を主に3つ中から選んでアクセス権を設定します。3つのアクセス権は、編集者、閲覧者、
閲覧コメント化ということが書かれていますけれども、編集者はそのファイルに対して、何でもできる権限です。閲覧者は閲覧しかできません。で、このファイルのオーナーは、この閲覧者に対して、コピー、印刷、ダウンロードを禁止するというような設定をすることができます。方法については、設定ガイドの方にも書いてありますので、ご覧になっていただければと思います。閲覧者コメント化というのは、そのファイルにコメントが入れられるという権限です。もう一つ、ご案内していく内容ですけれども、ワークスペースに移行するんですけれども、外部の方にオフィス書類を送らないといけない、ワード、エクセル、パワーポイントを送らなければならないという場合は、例えばドキュメントのファイルメニューからダウンロードというところを選んで、それぞれワードとか PDF という形でダウンロードをしていただいて、そのファイルを送るということができます。これはワードだけではなく、Excel、PowerPoint ももちろんできますので、同様に外部にファイルを共有することができるようになります。本日、一番皆さんが知りたいポイントでもあるかと思います。互換性についての留意点になります。オフィスの書類をワークスペースに変換しますと、多少なりともレイアウトが崩れたり、何か変更がかかったりするようなことがよくあります。ただし、崩れやすいポイントがありますので、それを押さえていれば変更が割と楽にできます。例えば、ワードからドキュメントに変換する場合ですね、テキストボックスの位置や行幅がずれやすいということがあります。これ一番の原因はですね、実はこの3つ目のフォントが置き換わるということが原因になっていることがほとんどです。ワードでは、あるフォントがドキュメントではフォントがなかったりする場合、別のフォントに置き換わってしまって、フォントが置き換わることで、文字の幅や行間のサイズが変わってしまったりします。ですので、行間を、まずフォントをしっかりと Google にあるフォントに直して、そしてその後で行間を詰めたりとか必要が出てきます。それから図形の位置も少し変わったり、図形のサイズが微妙に変わったりすることがありますので、配置し直すというような必要が生じる場合があります。一部特殊な段組みをしているような場合、あるいは特別な余白設定をしているような場合は、主にヘッダー、フッター部分などでそれが変わってしまったりする場合もありますので、そこも変更が必要になります。主にこれら4つのポイントが崩れやすくなるポイントになりますので、この辺を押さえていただければと思います。で、これ、実際にですね、皆さんに練習していただくドキュメントを作成してみました。今、こちらに本日のこのスライドの、今ここにリンクが貼られてますけれども、ワードで作成したチラシをドキュメント版で編集するというものを作ってみました。ちょっとだけこちら、ちらっと見てみます。この資料なんですけれども、これは実際に皆さんが練習できるようにしております。この資料のこちらのリンクをクリック、ここをちょっとクリックしていただくとですね、ドキュメントに変換したファイルが開いてですね、この説明の資料を元にして皆さんが練習できるようにしていますので、一度チャレンジしていただければと思います。で、こちらにですね、これはどういうふうに修正をかけるかという修正のポイントですね、順番に書かせていただいておりますので、まずはテキストボックス修正をしたり、その修正するポイントはこんなところだよっていうことを書いています。そして実際に修正していく画面なども、キャプチャーしておりますので、こんな風に編集するのか、変更するのかっていうことを、見ていただきながら、実際に手を動かしていただけるように、しております。このファイルは、このチラシのファイルは先ほどの場所をコピー、クリックするとコピーができるようになっていますので、どんどん変更していただいて構いません。一度皆さんもこれでチャレンジしていただければなというふうに思います。ドキュメントに変換したファイルを変更していく、修正していくポイントについてはこのようになっております。ただ、今、YMCA ではブランディングを推進している中で、チラシやプレゼン用のテンプレートというのがワードで作られていました。ですが、今後それもドキュメントにしていただこうということで、チラシ用のテンプレート、プレゼン用のテンプレート、そして各法人のレターヘッドのテンプレートも作成しておりますので、こちらの方からアクセスをしてご利用いただければというふうに思います。
ただ、チラシとかはですね、できるだけドキュメントやワードとかではなくて、ワードやドキュメントよりもレイアウトがしやすいスライドだとかね、あるいは知識のある方は Adobe Illustrator だとか、あるいは最近よく使われている Canva などで作成して、最終的には PDF で出力をして、ご利用することを強く推奨いたします。続きまして、Excel を Google スプレッドシートに変換した場合ですね、ほとんどの場合はそのまま利用することができます。大阪 MC にあるファイルを私、いろいろ試してみましたが、ほぼ大丈夫です。ただ、一部ですね、例えば VLOOKUP 関数を使っているものとかですね、if 関数の中でもですね、複数の条件設定をしているようなものは、スプレッドシートの方では同じ関数なんですけれども、ちょっと関数の流儀が変わっていてですね、そのままでは使えない場合がありますので、こういった関数を使っている場合、そしてもう一つはマクロを使っている場合ですね。マクロはそもそも Google スプレッドシートでは利用できませんので、アップスクリプトっていうのがあるんですけれども、この GAS と言われるスクリプトに書き換えが必要になります。少しというか、かなり知識がいりますので、もしどうしても使いたいという場合は、まずは ICT 室にご相談いただければというふうに思います。ただし、先ほど申し上げたように、ほとんどの場合は、そのまま利用することができることを確認しています。一つ留意点があるとすれば、若干列の幅が変わったりとかですね、することがありますので、その辺はちょっとご留意いただければというふうに思います。もう一つ、パワーポイントからスライドに置き換える場合、この場合も、ほとんどのファイルはそのまま利用することができます。ほぼ問題ありません。ただ、フォントですね。それと、あと、一部のオブジェクトが、崩れる場合があるということ。それと、アニメーションとトランジションですね。物体が動くような設定をしている。あるいはトランジションでスライドとスライドの間の切り替えがちょっと特殊なものを使っている。要するにパワーポイント独自のものを使っているような場合は、スライドで再現ができなくて、他のものに置き換えられることがあります。ただ、ファイルの中身自体が変わるということはありませんので、多少変わる、例えばフォントなどは、それにスライドで対応するフォントに変更していただくことで、もちろんきれいに表示することができるようになります。非常にたくさんのページがあるものを変更するのはなかなかめんどくさいといえばめんどくさいんですけれども、利用することはできますので、ご参考ください。Excel と PowerPoint につきましては、まず問題がないというふうに一応考えています。以上、主な、移行についての留意点につきましては以上となります。皆さんはまずは新規のドキュメントからワークスペースへの利用を始めていただく。そして必要に応じまして既存のオフィスのファイルをドライブにアップロードして変換をしていっていただければというふうに思います。また先ほど申し上げたようにワークスペースの各アプリの利用ガイドを12月半ばぐらいに皆さんに配布する予定です。ご参考いただければと思います。何かあればまた ICT の方にご連絡いただければと思います。